岸田文雄首相は23日に在職日数が933日に達し、橋本龍太郎元首相を超え、戦後の首相で単独8位となった。7位の岸信介元首相1241日を超えるには9月に予定される総裁選に勝利することが条件となる。林芳正官房長官は22日の記者会見で、首相の在職日数についてのと半島地震への対応、政治の信頼回復、物価高に負けない賃上げ、厳しい国際情勢の対応など、先送りできない課題に取り組む毎日の積み重ねの結果と受け止めていると語った。みんなどう思う？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。こんな感じの方でも長く在職できてしまうのが逆にすごいなと思います。良くも悪くもこれだけ注目浴びた総理大臣はいらっしゃらないのではないでしょうか。まあほとんどの国民にとってはムカつくようなことしかしてらっしゃらないようですけど、在職日数が高ければいいって問題でもないですよね。能登半島への対応、政治の信頼回復、物価高に負けない賃上げ、厳しい国際情勢の対応など、先送りできない課題に取り組む毎日の積み重ねの結果と受け止めている。正しくは、能登半島地震が起きても作業着に着替えただけ、政治の信頼回復と言いつつ、自身の保身と身内びいきに邁進、物価高に負けない賃上げを見込んで増税、厳しい国際情勢の対応にかこつけた海外へのばらまきで、国民への負担増など、首相の座に居座り続けるために取り組む毎日の積み重ねの結果と受け止めているだろう。あとは与野党を含めて有力な対抗馬がいないのが最大の理由。国民に不利益をもたらす総理に対して任期を無視して引きずり下ろせる新法が必要。支持率 30% 切ったら強制解散とか、もしくは総裁選そのものを国民投票にすべき。実は岸田総理は何気に安倍総理ができなかったことをやっている。防衛費 GDP2% 派閥解体、デフレ脱却。米国議会演説も岸田総理の方がレベルが高い。地味だけど手形を評価できる。低俗マスコミの偏向報道にもかかわらず、世の中の4分の1の人は支持している。在籍日数が高ければいいというものではなく、国民に貢献したかだ。例えば戦後一番長期は2期だが安倍だ。アベノミクス、すなわちマイナス金利で金融をジャブジャブにして。その結果は円安やその他の副作用が出て、現在国民は苦しんでる。岸田政権は経済政策でも外交でも失敗がなく、むしろ大成功している。このまま長期安定政権を築くことが望ましい。総理総裁がコロコロと変わるような体制は国際的な信用を欠くことになり望ましくない。秋の自民党総裁選で岸田総裁が再選された後で、来年に満を持して解散することが望ましいでしょう。マスコミが持ち上げている立憲民主党や維新には政権担当能力はない。岸田は退陣したら大した影響力もないただの元総理という肩書きだけの議員になりそうな気がします。森や麻生のような存在には程遠く、周りからは軽く見られると思います。本人も薄々自分のことは分かっていると思います。リアルタイムの民意が反映されるようになってほしい。どれだけの人が総理でいてほしいと望んでいるのか。やっぱこのシステムおかしい。こんなんでもこれだけ総理で入れてるって。それでも痛いって思ってるんだろうけど、晩節を汚すだけですよ。引き際とっくに過ぎてるけど、どうやっても支持率上がる気配ないです。過去の総理大臣が退陣したタイミングって、まさに今の岸田内閣の支持率のレベルになった頃だよね。岸田ってずっと、いわゆる退陣レベルの支持率の中にいて、無駄に粘って在職日数を重ねているうちに国民の大半にとってろくでもないことしかしてない不毛な期間を重ねているだけ。岸田と橋本さんを含む在職期間の長い相応の仕事をしてきた歴代首相たちを比べるのは本当に失礼なくらいだと思う。同様の問題が起きた時に、次回の選挙に出ないと身を引いた橋本氏。自らの処分はせず、敵視する人中心に処分した岸田氏。在職日数で評価するのか、その振る舞いで評価するのか。在職日数は意味ないと思うけどね。首相の在職日数についてのと半島地震への対応、政治の信頼回復、物価高に負けない賃上げ、厳しい国際情勢の対応など、先送りできない課題に取り組む毎日の積み重ねの結果と受け止めていると語った。夢の中での話ですかね。こんなに見苦しい日本国のためになることもせず、総理の椅子にしがみついてる総理は今までいたでしょうか。
結局は本人が辞めると言わなければ任期まで続けられる制度を改めない限り、この手の総理大臣はまた出てきてしまうかもしれませんね。在職してるだけで何の役にも立たないけどね。総理大臣になりたいって目標を達成して満足してるんだろうな。早く辞めてさ、解散して選挙やってダメな議員を落とそうよ。それだけがあなたに望む総理としての仕事。野党があまりにもだらしなさすぎるから、この低支持率でもふてぶてしく総理の座にしがみついていられるんだろうな。この岸田という人間は多くの国民のことは見ておらず、自分と外国人のために政治をやっている気がしてならないんだよね。何の自慢？インボイスで増税、マイナ保険証で紙保険証を廃止して何億と税金を使い、意味のない資格証明書を出す。ガソリン高騰でトリガー発動せずに自民党への献金先の石油元売りに6兆円の補助金入れる。言い訳はトリガー発動はガソリンスタンドが忙しくなって回らないらしい。漫画の世界や裏金脱税議員の原因追及などなし。火の玉になって追及はいつもの口だけでその場しのぎ。50億の2階を処分せず、3000万不記載の岸田の派閥の件は会計の小さなミスの積み重ねと答弁をして逃げる。すべて安倍派に責任を持たせ、トップの岸田は全く責任を取らない。こんなトップを信用して誰がついていくの？情けない。国民を舐めるにも程がある。自分の思い込みかもしれないけど、長く在職してる人ほど国民目線が乏しいような気がする。アメリカや大企業の顔色ばかり伺って一般国民をないがしろにしているように思えてならない。この岸田さんというのが在任期間が延びれば延びるほど自民党の劣化を証明し続けていくだろう。保守という名の売国政党でしたということも証明し続けるのだろう。この低たらくでも野党は結束せず相変わらずリベラル風売国に邁進している。もはや国民の政治への定年を蔓延させ、外観を外観と思わせずに誘致するための謀略としか思えない。そりゃ国民からソース感を食らっても本人が図太い神経の持ち主で、空気が読めない日本一の薄っぺらい男が総理の椅子にしがみついていたらそうなるよな。そのおかげで多くの国民の不幸は続く。これだけ円安が進み、 GDP は5位に転落、庶民は値上げラッシュで苦しみもがいている。その上子育て支援で月額1000円を超える負担増。失われた30年が40年になりそうな日本。もう政治家いらないんじゃないか。長いからすごいのではないですね。代わりがいない。野党が弱い。岸田さんが総理になってたいだけ。解散するつもりはないのだろう。人気目いっぱい総理の座にしがみつきたいだけだろう。支持率 16% 前後でしがみつくのはみっともない。潔く進退を考えられた方が今後のためにも良いのでは。まあどっちみち補欠選挙の結果次第ではどう転ぶかもうじきわかる。何が単独8位だ。そんなものが何の自慢になるのだ。支持率は 20% 以下で何を威張るのだ。恥ずかしくないのかと言いたい。要するに自慢できる成果が何もない総理大臣なのだということ。無駄に日々を重ねているだけだ。賃上げの好循環がとか言いながら、どうせ4月も実質賃金低下の知らせが来るんじゃない？結局雰囲気醸し出してるだけだから。オメガこんな機民政策しか取れない総理に居座られたら困るんですよ。日数に対しての実績、そして国民の満足度を伝えてください。総理でいたいってことだけを考えて媚び増税をし、ばらまきをしがみついてるんだから、そりゃ在職日数は伸びるでしょ。国民のためでなく保身と金儲けのために仕事している。日本には不要。責任取って早く辞めてもらわないと日本が不幸になる。首相に選ばれた直後に解散総選挙で勝利、1年も経たないうちに参院選で勝利してしまったのが悲劇の始まりだったね。自分で辞めると言わなければ記録が作れるんですね。悪い意味で信念を持ってらっしゃるのが非常に残念です。子供たちにこのような大人になってはいけないと説明するのにうってつけの存在。ある意味教育現場では役に立っているのでは。長さではない。しかし岸田氏もこれだけバカにされても平然と。もっと気が弱いと思っとんが意外や意外。もっとも支持率最低でも今の状況では仲間から降ろされる状況でもないが。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。